こんにちは、シークハックです。このチャンネルではパソコンやスマホの効率的な使い方やライフハックを紹介していきます。今日はヨスさんの作った拡張機能ドラッグトゥドキュメントについて教えてもらいます。これはどんなことができる拡張機能なんでしょうか。Chrome でネットでいろいろ情報を見てるときにメモしたいような情報があったときにドラッグしてボタンカチッとクリックしたら、その情報を Google ドキュメントに転送してくれる、ただそんだけのシンプルな拡張機能です。普通だったら文字を選択して、自分でコピーして、で Google ドキュメントを開いてそこでペーストってするのが普通ですよね。そうですね。ショートカットも設定できるんで、ドラッグしてショートカット起動させたらもう転送されるっていう。じゃあなんかすごいスムーズに自分の欲しい情報をこう一箇所にまとめていくことができるような、そうですね。そういう感じですね。まずその拡張機能っていうのをどうやって使うかわからない人もいると思うので、Google Chrome に入れるところから教えてもらってもいいですか。ドラッグというドキュメントの拡張機能のページ、概要欄にも入ってますけど、そちらからクリックしていくとこのページになります。このページに入ったらこんな感じで Chrome に追加っていうボタンがあるので、そこをクリックしてください。拡張機能追加をクリックしてください。 Google ドライブの中の Google ドキュメントを使うので Google アカウントにログインする必要があります。で、自分のアカウントをクリックすると許可を求められる画面になるので、右下のコンティニューを押します。すると画面が切り替わって、ドラッグというドキュメントの設定画面に移ります。で、ここで一番上の Google ドキュメント設定っていうところで保存用の Google ドキュメントを新規作成っていうボタンを押すと、自分の Google ドライブの中の一番上の階層にドラッグっていうドキュメントの専用の Google ドキュメントが生成されます。ちなみに、Google ドキュメントを知らないという方のためにも簡単に説明しておくと、Word っていう日本語で文章を打てるようなソフトを使ったことがあると思うんですけれども、それの Google 版のものが Google ドキュメントです。で、オンライン上で使うことができて、いろんな文章を作るときに使えるアプリです。これが Google ドライブの一番上の階層なんですけど、マイドライブっていうところの中にドラッグっていうドキュメント、ログっていう Google ドキュメントができるので、ここに追記されるようになります。クリックするとまだ何も入ってません。まだ空っぽで白紙の状態ですね。何も入ってない状態、で Google ドキュメントに送り込む用のページができましたと。でその後はどうしたらいいんですか。例えばプロンプトをメモしたいなとか思った時に、どっかのサイトに載ってるプロンプトを選んで右クリックして Google ドキュメントに送るっていうのがあるので、これを押します。すると追加されます。右上にポップアップが出てますね。ちゃんとコピーしてそこに送られたよっていうのが表示されるわけですね。そうですね。で Google ドキュメントを開いてみると、こんな感じで追加されます。でこれが先ほど送ったプロンプトで、その上にどのページから送られたかっていうのを URL を記録されるようになります。その上にあるのはタイトルで、さらに日付と時間まで追加されます。でいつどのページからこのテキストを取ってきたのかっていうのを後から見てもすぐ分かると。で同じように次の送ると、でちなみにここをクリックすると Google ドキュメントに飛びます。先ほどの設定画面出したいときは、この右上にある拡張機能のアイコンがあるので、ここからドラッグというドキュメントっていうのがあるので、ここの押しピンみたいなマークを押すと、ここにアイコンが表示されるようになります。A の横になんかテキストのカーソルがあるようなアイコンですけど、ここを右クリックでオプションっていうのを押すと先ほどの設定画面に行きます。で、ここの追加テキスト間の区切り文字設定っていうところで、先ほどの日付とかタイトル URL どんな感じで表示させるかっていうのも自由に変えられます。カッコの date って書いてるやつが日付に置き換わって、カッコのタイトルはそのページのタイトルに置き換わって、でこの URL はもちろんそのページの URL になります。なので例えばこれ英語ですけどタイトルとカタカナでもいいですし、ここも表示を揃えて日付っていう風にしてもいいと思います。ここら辺は好みで変更できるんですね。そうですね。
例えば区切りを星にするとか、こんなことをしてもいいですし、でここ変えたら保存ボタンを押すと適用されます。で例えばこれをもう一回送ってみましょう。はい、こんな感じで今設定した表記になりました。じゃあコピーしたテキストが箇条書きとか表になってるとか、そういうのは引き継がれないけど、ただのプレーンなテキストとしてこう表示されてる文字がここに入ってくるっていうイメージですね。そうですね。これどのぐらいの文字数こう一気に送ることができるんですか？1万文字までにしてます。じゃあ記事丸々コピーして、これはもうすごくいいから自分でも持っておきたいみたいなのがあれば、それをコピーして送ったらドキュメントにバッと入ると。そうですね。でこの Google ドキュメントの方なんですけど、こっちはだいたい120万文字まで一つのドキュメントにおいて記録できるので、ただそこを超えてしまうとちょっとエラーが出ると思うので、その時はここで保存用の Google ドキュメントを作り直すっていうのを押して新しいGoogle ドキュメントを作り直さないとダメですね。今あるものがあって、その作り直すってしたらもう一個新しいファイルができるんですか？はい、こっちですね。同じ名前のがもう一個できるので、なるほど。これは中身開かないと分かんないと思いますけど、こっち新しい方ですね。こっちが古い方。このドキュメントのタイトルを変えちゃうと問題があるんですか？問題ないです。ドキュメントの名前変更しても問題ないです。じゃあ古い方はボリューム1とか数字つけてもいいし、そうですね。こっち2にしてみますね。で2にして例えば適当に送ってみます。で開くとちゃんと追加されてます。ちゃんと新しい2の方に来て2の方に行ってますね。でこれも移動させても大丈夫です。そうなんですか。はい、Google ドライブの中で例えばフォルダを新しく作って、この中にこれを移動させてもちゃんと保存されます。こんな感じで今移動しました。ファイルの場所が変わったわけですよね。だけど問題なく追記されてます。じゃあどこに持ってってもそのファイルに直接こう送り込まれるようなイメージで使えるんですね。そうですね。 Google ドライブの中のフォルダとかファイルって ID で管理されてて、移動させても問題ないんですよね。なるほど、これは Google ドライブいいとこ。あとは先ほどはこう選んで右クリックで送るっていうのを選んでたんですけど、この右上にある拡張機能のアイコン、これを押しても起動します。実はショートカットも設定できて、ショートカットで最初の設定ではコントロールシフト S でMac の場合はコマンドシフト S で送るように設定されてます。変更したい場合は簡単に変更できます。で先ほどのこの設定画面の一番下にショートカットはこちらから設定できますっていうテキストあるので、ここを押すと拡張機能のショートカット設定画面まで行きますので、ここで選択したテキストを Google ドキュメントに送るっていうところがあるので、ここでペンマーク、鉛筆のマークを押すと変更できるので、ここで Ctrl+G とかがよかったら Ctrl+G に変えられますし、このショートカット設定するのが一番おすすめです。慣れたらマウスでこうビーッと選んで、ショートカットポチッと押したらそこにも入って一瞬で入ります。で確認したいときは絡めてくれたらいいので、こんな感じでどんどん追加されます。なるほど。なんかおすすめの使い方とかってありますか？もともと私はノートブック LM に連携させるっていうのを前提で作りました。ノートブック LM についてはまた別の動画で紹介しようと思うんですけど、簡単に言うと普通の AI っていうのはインターネット上の情報全てを元に回答をくれるんですけど、ノートブック LM っていうのは自分がこの資料だけを使いますっていうのを入れると、その資料の中の情報だけを元に回答をくれるっていうのがノートブック LM で、その時の資料として追加するのを前提に拡張機能ドラッグっていうドキュメントを作りました。ネット上の情報もよく知らない時に見たら正しいっぽく見えるものを持っても、自分が詳しいジャンルだったらこのサイトの情報はダメだなとか、これは間違ってるなとか、そういうの結構ありますよね。そうですね。だから AI で自動的にこう調べたものが出てきたら、そういうものが混ざってることがあると思うんですけど、その時にこのサイトのは信用できるとか思うものばっかりを自分が選んできて、ここにぶち込んで、それを AI で働かせる、ノートブック LM に働かして情報として使う、なるほど。なので、基本はそういうことですけど、自分のコレクションしたい情報とか参考になったものを集めたりするのにはすごくいいですよね。そうですね。ショートカットで一発で送れるのがすごい便利だなって自分で思います。
どっかの PDF から送ったりはできないんですよね。 Google Chrome で見てる情報の中だったらそれを送れるっていう感じ。そうですね。今日はよっさんの作ったドラッグトゥドキュメントという拡張機能について教えてもらいました。これを使えば残したいメモを1箇所にこう集約していくことができると、しかも簡単にねワンクリックで送っていけると、ぜひ使ってください。はい、使おうかなと思った方はいいねと、そしてチャンネル登録をしてまた次の動画をお楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。